京都旅行で神社巡りに抹茶スイーツ巡り。皆さんこんにちは、こうです。2025年の新年に京都旅行に行ってきました。大阪方面から京阪電車に乗って向かいます。年始からプレミアムカーを使って優雅な移動です。毎年大阪の実家に帰省して1月1日は初詣と宇治、1月2日は宇治に行くというのがここ最近の毎年のルーティンになるのですが、今年は京阪電車から京阪電車年末年始フリーデジタル 2デイチケットというものが販売されており、連続する2日間で1500円というお買い得なチケットがありました。1日あたり750円ということは、大阪方面から京都に行くと往復だけで元が取れるというとってもお買い得なチケットでした。まずは祇園四条駅で降りて6番出口方面に向かって地上に出て、右側に向かってまっすぐ進みます。まっすぐ進むと交差点向かいに八坂神社が見えますので、信号は渡らずに右に曲がり、再びまっすぐ進みます。途中で東山安井というバス停まで歩けば、あとはすぐそこです。安井金毘羅宮、こちらの神社は縁切り神社として最強とも言われているので、遠方から参拝される方も多いです。僕も縁切りをしていただきたくて参拝して願いが叶って以降、かかりつけ医ならぬかかりつけ神社になってしまいました。神社の境内に入りますと、大量のお札が貼ってあるモニュメント、縁切り縁結び石があります。縁切り縁結び石を表側から入ると縁切り、裏側から戻ると縁結びされると言われております。僕の場合、きっかけは前に勤めていた会社でした。毎週休日にもかかわらず、急ぎでもない電話がかかってきますし、電話にすぐ出られなければ注意メールが飛んできました。2020年と2021年に郵送祈祷をしましたが、2021年のお盆の時期に急に行こうと思い立って、現地に初参拝することになりました。ちなみにその日も夏休みでしたが、昼頃に電話がかかってきましたね。そして9月末に会社で過ごしていた時に、とある発言でもう無理と思って10月頭に退職することになりました。転職活動も無事に進み、今の会社に就職することができました。割と全国出張がある仕事で自分に合っていたみたいで、全国各地の美味しいものを食べたり、空いた時間で観光したりで、とても楽しく過ごしております。ちなみに昨年の年始は楽しい出張が増えますようにというお祈りをしたところ、上半期は出張のオンパレード、特に1から3月はほぼ毎週九州に出張ということもあり、8月にスーパーフライヤーズ会員になる条件である ANA プレミアムポイントが5万ポイントになりました。今年は条件の良い仕事で働き、心身ともに仕事もプライベートも満足できるようになりますようにというお祈りです。続いては祇園四条駅まで歩いて戻り、四条駅に移動、東側に歩いて行き、今比叡神宮に訪れました。漢字としては難しくないのに、初見で絶対に読めないと思われる神社名ですね。神を今と読み、今と同じ意味のようです。どういうこと？よしで比叡と読み、比叡山の神を祀っているからということで、今比叡神宮のようですね。お猿さんの神社でもあります。神様のお使いがお猿さんですね。ここでお昼ご飯タイムになります。
祇園四条駅に戻り、6番出口を出て右に曲がってすぐのところにありますカムクラというラーメン屋に来ました。カムクラは大阪の道頓堀に本店があるラーメン屋さんになります。美味しいラーメンとそぼろ丼を食べました。続いては祇園四条駅から出町柳駅まで移動し、そこから歩いて20分ぐらい白峰神宮に訪れました。神宮巡りとして初参拝だったのですが、まりの神様である聖大明神を祀っていることから、スポーツの神様が祀っている神社で有名らしく、いろいろなボールがお供えされておりました。アニメ化もしていたブルーロックの色紙もありました。しかも御祭神の一柱である崇徳天皇は安井金毘羅宮でも祀られております。2021年から通い続けていたのに、4年越しにしてようやく気づきました。最後に出町柳駅まで歩き、中所島駅で宇治線に乗り換えて宇治駅へ、そこから15分くらい歩いて辻利平本店にやってきました。宇治で正月から開いているお店の一つです。冬限定の抹茶パフェ2860円。辻利平本店の抹茶はとても濃厚なのですが、京都府産の紅ほっぺが使われており、いちごの甘酸っぱさと抹茶の苦さが良いバランスになっています。シャンパン入りの抹茶ソースをかけて味のアクセント変更もできます。宇治周辺の抹茶系喫茶の中でも濃い部類に入る方なので、初めて宇治に行く、また抹茶スイーツをあまり食べたことがない人には選択肢に入れるのは避けた方が良いかもしれません。まずは伊藤久右衛門や中村藤吉本店から入ることをお勧めいたします。濃いというのと料金も少し高め設定というのもあります。個人的にはここのほうじ茶系スイーツは本当に好きなのですが、ここ最近行ってもほうじ茶パフェがないんですよね。ちょっと今後も行くか迷うレベルになってきたというのは正直なところです。そんな正月の朝から大移動しながらいろいろな場所を訪れた一日でした。翌日1月2日にも京阪電車を使って移動をしているので、そちらも動画投稿されましたらぜひご覧ください。バイバーイ。